はい、どうも、こんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ、豊です。今日は前回カフェインについて少しお話ししたんですけども、その中でノンカフェイン、カフェインレス、デカフェ、カフェインが少ないものについて若干触れさせてもらったんですけども、じゃあそれって何が違うのというふうな疑問がある方に対してちょっとご説明させてもらいます。プラス検証もしていきたいので、今日はうんちくと検証の動画ですね。まず、デカフェ、カフェインレス、ノンカフェインの違いなんですけども、まずはデカフェ。これはカフェインが入っているものを、カフェインを取り除いたものですね。でも完全には出ないので、少量ですけどもカフェインが残っていますと。で、次にカフェインレスなんですけども、これはカフェインが少ないものを指します。なので、これもカフェインがあります。で、最後にノンカフェイン。ノンカフェインというのはカフェインがゼロ。入ってない飲み物になります。で、コーヒーの木の実の種からできたコーヒーというドリンクにノンカフェインというのはないです。必ずカフェインは少し入ってると思います。ノンカフェインのコーヒーは多分原材料が何か違うものだと思います。デカフェ飲まれたことありますかね？外でデカフェのコーヒーを飲むときって深入り寄りのコーヒー豆がほとんどなので、浅入り好きな僕からしてみると、浅入りってないのっていう風に感じてしまうので、ないなら作ればいいんだということで、今回はデカフェのコーヒー豆、生の豆を購入して、浅入りと中入りを焙煎して、実際に飲み比べをしてみようと思います。カフェインの取り除き方、いろいろ手法があるんですけども、今回のものは、簡単に言うと、サトウキビの水につけておいてカフェインを出したというふうな説明になっているんですけども、カフェインって水溶性、水に溶けるものなので、水につけておけばこう溶け出すみたいなイメージですね。なので、コーヒーを入れるとき、コーヒー入れるときもお湯もしくは水なんで、水に溶け出してカフェインがコーヒーの中の成分として落ちるみたいな。なので、今回はババーンとこの2種類焙煎しました。豆の種類はこの時はこの辺にこう乗せておきます。はい、豆こんなんです。はい。で、デカフェの処理法はじゃあこの辺にポーンと乗せておきます。コロンビアの豆を今回使っております。焙煎の条件としては、朝日りがこの辺にじゃあ条件を出して、中入りがこの辺ですね。はい。1分間の差ですね、だいたい。DP1 分15秒で、完成温度が11分13秒。で、完成温度が202度の、で、中入りが DP が2分16秒。完成時間が12分10秒。完成温度が213度になっております。飲む前になぜ浅入りがないのかというふうなことなんですけども、これ僕の勝手な想像というか見解になるんですけども、カフェインを抜いたコーヒーって個性が少しなくなるのではないかと。コーヒーの香りであったりとか、そういったのがカフェインとして流れてしまうんじゃないかなと。勝手な想像ですよ。これあくまでも個人的な見解です。この辺じゃ個人的な見解じゃないかという話ですね。なので浅いにすると個性が流れてしまったので、小豆そのものの味、風味が少ない、もしくは薄いのではないかと。なのでデカフェは浅入りが少ないのではないか。僕見たことないんでゼロね、ないんじゃないかというふうな見解に至っているんですけども、それが本当かどうかと検証していきたいと思います。もしかしたらこの豆が個性が少ないのかもしれないですけども、とりあえず一旦テストしていきましょう。で、それでは豆をひいていって準備していきたいと思います。じゃあこっちが浅入りで、こっちが中入りにしましょうか。豆をひいていきます。今回は、15g ずつで、コーヒーを入れていきたいと思います。中南米のコーヒー豆って結構ナッツ系の香りがするものが多いんですよね。ナッツやチョコレートとか、そういった香ばしいというか、雰囲気の風味が香りする豆が多いです。
香りもなんかやっぱりちょっと少なめな感じがしますね。はい、豆をひくときは、浅煎りからですね。深くなるほど、濃いめになるというか、味が濃いめになる傾向にあるので、浅煎りからひいています。匂いで言うと、やっぱり中入りの方がコーヒーらしい香りはしますよね。こっちが浅煎りです。はい、続いて、こっちが中入りです。明らかに色も濃いのがわかるのではないでしょうか。はい、一目瞭然。こんな感じですす。で、紙フィルターをセットしたりとか、まず折り目をつけて、はい。で、リンス。この時点でもう中入りがかってますよ。ハンドドリップするときに、この左手何してんねやろうって思う人います？僕も思ってたんですけども、こう入れるよりかは安定するというか、支えてあげることでコントロールがしやすくなる。そういうふうに思ってます。はい。はい。はい、できました。こちらが、浅煎りで、こちらが中入りです。中入りです。では、早速、飲んでいきたいと思います。混ぜ混ぜして、意外とでもこれはありかもしれない。コーヒーではない。正直コーヒーという雰囲気はない。で、どことなく、浅煎りすぎたのか、お茶っぽい味がするような感じしますね。でも飲みやすくて、スッと喉に入るんだけども、後味が少しね、喉の奥に残るような感じかな。はい、次中入り。どちらかというとコーヒーに近い。確かに、ふわっと果実感とか、フローラルな花のような香りっていうのは、ほぼないですね。面白みというのは、僕の好きなコーヒーって面白みがあるコーヒーなんですけども、それが、少ないようなイメージですね。美味しくないかって言われたら別に美味しくないわけじゃないんだけども、あえて選ぶかって言われたら、どうかな、選ばないだろうな。どちらの方が好きかというと、やはり浅煎りになりますね。爽やかな感じがやはりあるので、僕だったら浅煎りを選びますね。確かにこれは僕が求めてるフローラルな、もしくはその果実感のあるような浅煎りではないので、この豆、デカフェ全部とは言いませんけども、この豆に関しては深煎りの方がコクがあって美味しくなるんじゃないかと思います。デカフェって、じゃあどれぐらいのカフェイン量が入っているかなんですけども、それは生成方法というか、カフェインを抜く工程の方法や種類によっても、あと時間ですね、によっても変わってくるんですけども、90% 以上除去しているのであれば、デカフェと名乗れるので、10% ぐらい、100ml あたり 60g だったのが 6mg になっているようなイメージですね。ではまとめにいきたいと思います。まずコーヒーはカフェインが入ってます。なので興奮効果があるために夜飲むと、眠れなくなったりする人もいますと。そこで、カフェインの少ないデカフェインレスというコーヒーがあるので、それを夜とか夕方以降飲むのであれば、そちらの方がより安心して飲めるんじゃないかと。カフェインを抜いたデカフェのコーヒーを浅煎りで飲んでみると、
個性がやっぱり少ないと思われます。それはこの豆の特性なのかもしれませんけども、今のところ僕の見解では個性が少ない方だと思うので、深入りよりの焙煎度合いの方が適していると思います。補足で言うと、中南米のコーヒー豆は比較的ナッツ系の香りがする豆が多いと聞いています。本日の動画は以上となります。何か疑問や質問などありましたら、ぜひコメントを残してください。如果你觉得这个影片有帮助，或者是喜欢，多多帮我按赞，这样子我会更努力的制作新的影片。如果有什么疑问，留言给我，很欢迎提问。如果你订阅了频道，当最新的影片上传的时候，你会接收到通知，你就不会错过哦。让我们一起继续追求对你来说美味的咖啡吧，下次见。